目を覚ますと、そこは見慣れない天井だった。薄暗い板の間、土の匂い、遠くで鐘が鳴っている。あなたは今江戸の裏長屋にいる。これから町人としてのありふれた一日が始まる。果たしてあなたはこの時代を生きていけるだろうか。まず今何時かを知らねばならない。だがここに最初の壁がある。江戸に時計はほとんどない。時を知らせるのは町に響く時の鐘だ。一日は12に分けられ、それぞれに干支の名がついていた。夜明けが明け六つ、日暮れが暮れ六つ、鐘の数で時を数えた。ここで現代人のあなたは必ず混乱する。江戸の時刻は昼と夜をそれぞれ6等分する仕組みだった。つまり昼が長い夏は昼の一時が長く伸びる。逆に冬は昼の一時が縮み、夜の一時が長くなる。一時の長さが季節で変わる。これを不定時法という。時間とは伸び縮みするもの。江戸の人々はそう感じて生きていた。明け六つの鐘で江戸の朝が始まる。あなたも起き出す。住まいは九尺二間の裏長屋。広さはわずか4畳半ほど。その一軒に家族が暮らす。家具は少なく、布団を畳めばそこが居間になる。顔を洗いに井戸へ向かう。井戸は長屋のみんなで使う共同のもの。便所もゴミ捨て所も共同だ。プライバシーなどほとんどない。だがその井戸端こそが江戸の暮らしの中心だった。噂話、揉め事の仲裁、助け合い、すべてがここで回っていく。朝飯は炊きたての飯に味噌汁と漬物、おかずはそれで十分だった。米は朝にまとめて炊き、昼と夜は冷や飯で済ませる。飯を済ませたらいよいよ町へ出る。長屋の木戸をくぐると江戸の喧騒が広がる。当時の江戸の人口はおよそ100万人。世界でも有数の大都市だった。同じ頃のロンドンやパリより人が多かったとも言われる。ただしその町の半分以上は武士のための土地だった。100万のうち町人はおよそ半分。彼らが狭い土地にひしめいていた。通りには天秤棒を担いだボテ振りが声を張り上げて歩く。野菜、魚、豆腐、しじみ、店を持たずとも商いはできた。あなたも何か売るものがなければ今日の飯にありつけない。では江戸で働くといくら稼げたのか。腕のいい大工の日当は銀にしておよそ5文目。米なら1日で1升ほど買えた。今の感覚に直すと日当はだいたい1万円から2万円ほど。では物の値段はどうだったか。屋台のかけそば一杯が16文。今で言えば300円から400円ほど。立ち食いそばとそう変わらない。銭湯は大人一人でおよそ10文前後。今の200円ほどだ。こうして並べると江戸の暮らしがぐっと身近に見えてくる。だが稼いだ金を江戸っ子は貯めなかった。酔い越しの銭は持たねえ。それが江戸っ子の見栄であり心意気だった。なぜ貯めなかったのか。理由の一つは火事だ。いつ全てを失うかわからない町で神よりその日を生きに生きることを選んだ。昼が近づくと町にはうまそうな匂いが漂い始める。江戸は世界でも早くから外食文化が花開いた町だった。単身の男が多く、自炊より買って食う方が手っ取り早かったからだ。屋台にはそば、天ぷら、そして寿司が並ぶ。当時の寿司は今の握り寿司。屋台で立ったまま手でつまむ早物だった。天ぷらも串に刺して揚げ、その場で食べる立ち食いの定番。火を使う屋台は火事を恐れて天の外に出された。それが屋台文化を育てた。あなたも16文を握りしめ、湯気の立つそばをする。これが江戸の昼だ。腹が満ちれば次は楽しみだ。江戸っ子は遊びの天才でもあった。最大の娯楽は芝居。歌舞伎は庶民が熱狂する一大エンタメだった。
人気役者は今でいうトップスター。その似顔絵は浮世絵として飛ぶように売れた。相撲も大人気。ひいきの力士に人々は声を枯らした。線がなくとも楽しみはある。寄席で落語や講談に笑い泣く。本を買えなければ貸本屋で借りればいい。物語は長屋から長屋へ回された。春には皆で弁当を持って桜の下に繰り出す花見だ。そして日が暮れれば男たちの一部はある場所の明かりを目指した吉原だ。吉原は幕府がただ一つ公に認めた遊郭、塀と堀に囲まれた別世界だった。大門をくぐればそこは昼のように明るく、音力と人の熱気に満ちていた。その頂点に立つのが花魁、若二所舞や茶の湯までを収めた教養の人だった。花魁に会うにはしきたりと大金がいる。一目見るだけでも容易ではなかった。客はただ金を積めばいいのではない。気に入られねば振られることさえあった。花魁が絢爛な衣装で大通りを練り歩く花魁道中は町の名物にもなった。だがその華やかさの裏には年季奉公の名で借金に縛られた女たちがいた。多くは貧しさゆえに幼くして売られ、借金を返すまで外へは出られなかった。きらびやかな夢の世界は誰かの不自由の上に咲いていた。遊びの合間にも街は動いている。事件や災害があれば瓦版が飛ぶ。すり物を手に売り子が読み上げながら走る江戸の郊外のようなものだ。急ぎの便りは飛脚が運ぶ。江戸から大阪まで数日で文を届けた。だが便利な町にはそれを支える厳しい仕組みもあった。町の角には地震丸が置かれ、怪しい者がいないか目を光らせていた。そして近隣の5軒は5人組としてくくられていた。一人が罪を犯せば組の全部が罰を受ける連帯責任の仕組みだ。だから人々は互いに見張り合った。掟を破れば罰は重い。とりわけ江戸が恐れたのが火事、放火は火あぶりの重罪とされた。火事と喧嘩は江戸の花。そう生きがる裏で人々はいつも炎に怯えていた。やがて暮れむつの鐘が鳴る。江戸の長い夜が始まる。日が落ちれば町は深い闇に沈む。明かりはアンドンのわずかな炎だけ。油は高い。だから人々は日が暮れれば早々に眠りについた。夜になると町のあちこちで木戸が閉ざされる。むやみに出歩けば追加される。江戸の夜は静かで、そして長かった。あなたは薄い布団にくるまり天井を見上げる。狭く不便で監視もあるけれど、人の声がすぐそこにある暮らし。金はためずその日を生きに生き、隣と笑い隣と見張り合う。それが江戸の町人のありふれた一日だった。さて改めて問おう。あなたはこの江戸で生きていけるだろうか。もし生きていけると思ったなら、ぜひ他の動画も覗いてみてほしい。